します。よろしくお願いいたします。英国インテリアデザイン協会の澤山と申します。ジャパンリプレゼンティブという役職をしております。本日はインテリアデザインの冒険というテーマでお話しさせていただくんですけれども、実はですね、ちょっと急遽スペシャルゲストに登場していただいて、実は参加していただくことになりまして。そうです。スペシャルです。Very special です。佐山さんの方からちょっとご紹介いただければ。そうですね。彼にも入ってもらった方がいいです。そうですね。そうなんでしたっけ？そうです。はい。入ってもらってもいいですね。はい。Okay。ぜひ。そうですね。ここに真ん中にありますように、前会長のダニエル・ホップズさんが今回たまたまBIIDジャパンミッションということで日本に来ておりますので、急遽ご登壇いただくことを願いまして、そして入っていただけることになりました。ただ、ちょっと座を温めた方がよくないですか？そうですね。またそしたら後ほどお呼びするような形でいたしましょうか。座を一生懸命温めて、そして本命は後ほど登場していただきます。ちょっとね、空席があるので皆さんちょっと何なのかなと思われるのではないかなと思いますが、まず簡単に私と佐山さんの方でそれぞれちょっと自己紹介をさせていただきたいと思うんですけれども、まず私から始めさせていただければと思います。ハウズってご存知の方どのくらいいらっしゃいますでしょうか？すごく嬉しいです。ありがとうございます。ハウズがですね、こういったサイトなんですけれども、もともとアメリカシリコンバレーで誕生したサイトでございます。実はご存知のない方も多くいらっしゃると思いますけれども、世界中4000万人の方に使っていただいているサイトでして、住まい手の方ですね、住む方と住まいのプロの方々をつなげるコミュニティサイトとして、世界中14カ国で展開しております。で、実は4000万人と申しましたが、この4000万人の方の属性がですね、世界中 100% の国からアクセスはあるんですね。で、面白いところではバチカンとかそういったところからも実はアクセスしていただいて、いろんなその住まいづくりのヒントを得ていただけるようなそういったサイトでございます。で、ちょっと簡単にご説明させていただきたいんですけれども、実は昨年日本でもですね、Google のベストアプリとしてごめんなさい、今年ですね、Google は今年で、iOS の方は昨年日本でもベストアプリとして選んでいただいているアプリなんですけれども、世界中で多くの方に使っていただいているものがなぜこんなに使っていただけるようになったのかというところなんですが、皆さん、今日いらっしゃっている方は専門家の方が多くいらっしゃると思うんですけれども、やはりその住まいづくりを考える時って、特にお施主さんの立場で考えていただくと、お施主さんってどうしても素人の方ですと、なかなか自分がどういう空間に住みたいかとか、実際にじゃあその家を作るにあたって専門家を見つけるだとか、商品を見つける、建材を見つける、あとは何でしょうね、最終的にどんどんその住まいづくりのプロセスをたどっていくっていうことが非常に難しいと、大変な思いをされている方が多くいらっしゃると思うんですね。で、実はそれがハウズの創業者2人でもあったんです。こちらの写真の左手にございます2人が夫婦で弊社の創業者なんですけれども、彼らがこの右手の家を購入してでリノベーションをしようと思った時に、まずその自分たちがまずどういう空間が欲しいかっていうのが全く分からなくて、でそこからいろんな業者さんにお仕事を依頼したいと思いながらも、なかなか人が見つからない、あとは物も見つからない、情報も見つからないというところで出来上がったのがハウズなんですね。で、ハウズを通して、住まいづくりをもっともっと簡単に楽しいプロセスにしたいという思いで、立ち上がっているんですけれども、実際に具体的にそれがどういう形になるかというと、先ほどの、いろんな住まいづくりにおいては課題があると申しましたが、おそらく世界中どこにいらっしゃる方でも住まいづくりを考えると、こういうステップをたどってどんどん家を建てていかれると思うんですね。まず、アイデアを集める。で、あと、いろんな情報を得る。いろんな業者さんを見つけて、見積もりを取ってアドバイスをいただいて、であとはご家族であったり友人にも意見をもらうということをどなたでもされていかれると思います。実はそれが全て一気通貫してできてしまうというようなプラットフォームです。
で住まいのプロの方も同じようにいろんな情報であったり、パートナー企業さんを探していらっしゃる方も多くいらっしゃると思いますし、あとは物を見つけるというところですね。建材を見つけたりメーカーさんとつながって情報のやり取りをされたりということが、全て可能になっております。でそれがこういう形で弊社が提供させていただいているいろんなツールを使って、可能になっているんですけれども、それが一番面白いところがですね、実はご登録いただいている皆様のような専門家の方々が過去の施工写真をたくさん上げてくださってるんですね。でその施工写真が今世界中で1200万枚以上上がっているんですけれども、そのお写真が軸となっていろんな形で情報交換が可能になっていると。でそれがですねこちらでご覧になっていただけるように、一つの写真から工務店さんであったり設計さんであったり、あとお施主さんであったりインテリアコーディネーターの方だったりメーカーさんであったり、いろんなプレイヤーがつながってで商品を見つけることもできますし、最終的には国境を越えてその情報が交換共有することが可能になっていると。ちょっと時間もないので早めに話させていただきますが、お施主さんの立場を考えるとどうしても一番大きな課題というのは業者探しと物を見つけるというところが過去のこういったアンケート調査でも出ているんですが、実際に業者探しに必要ないろんな情報がある意味 Facebook のアカウントのような形で一つにまとまっています。施工写真であったり、あとはいろんな方からのお施主さんパートナー企業さんからのレビューであったりいろんな情報が一つのアカウントに載ってるんですね。で商品を見つけるというのも実は 70% の方が物を購入するとき、インテリアを購入するとき、あと素材を選ぶときもまず空間をイメージされるというようなデータもこちらに出ておりますが、実はそれも非常に簡単にできます。従来物の見つけ方ですねというのはいろんなキーワードを入れて、Google 検索してでそこから、ある程度情報が出てくるというような形であったんですけれども、実際に新しい購入方法を弊社のプラットフォーム上で提供させていただいているものです。一つの写真があります。それが空間になっています。でその中で実際どういう建材、物が使われているかというのがワンクリックで分かります。緑のタグがございますね。それをマウスオーバーしていただくと、どこのメーカーさんの何のものかというのが分かるようになっているというようなものです。で実は今回、弊社のブースも設置させていただいているんですけれども、そちらではオンラインではなくてリアルなキッチンの空間を作らせていただいているんですね。でそちらにも緑のタグがございまして、いろんなメーカーさんにご協力いただきながらブースを作っておりますので、それをリアルな体験としてぜひ後ほどご覧になっていただければと思います。で最後にですね、ハウズからいろんなそのつながりが生まれて、もうすでに日本でも生まれているんですが、もちろんその業者さんを見つけるというような事例であったり、お施主さんからしてみるといろんなその暮らし住まいづくりのヒントを得ていただけるような掲示板もございます。自分の悩みをこういう形で、投稿していただくといろんな専門家の方、あとは一般の方がどんどんコメントしてくださるんですね。でそれが非常に面白く暮らしをテーマにしたものが多くあります。で最終的には、国境を越えての、住まいづくりというのも事例としてどんどんできています。日本の設計士さんが、アメリカの家を今ちょうど建てていると。でハウスを経由してコミュニケーションを取りながら、情報交換をされていると。私の友人でもオーストラリアの施主さんからお仕事もらったインテリアデザイナーがそこにいます。本当ですか。後ほどお話を伺いたいです。ありがとうございます。すみません、少し長くなってしまいましたけど、私の紹介。はい、じゃあ私の方からはですね、私の簡単な紹介と、それから今回はデザインの冒険ということだったので、テーマが私なりのデザインの冒険についてちょっとお話をさせていただきたいと思います。今ちょうど読んでいただいたと思いますので、ここはすっ飛ばしましょう。はい、デザインの冒険ということで、私にとってのデザインの冒険というのは、実はそのクライアントさんと共に唯一無二のデザインを作り上げるそのプロセスそのものにあると思っているんですね。で、
またその冒険をするためには、そのクライアントさんに合わせたその唯一のデザインを作り上げていくためには、それを作り上げるための膨大な知識とスキルと、知識が必要だというのがあると思うんです。で、最近私今まで10年でなんとなくできるんじゃないかと思ってたんですけど、今私16年になりましてですね、今本当に感じてるのが20年かかるなっていうふうにちょっと思い始めておりまして、と言いますのが BID のメンバーたち、イギリスのメンバーたちの、本当に活躍している人たちはほぼ25年ぐらいの経験を持っている方たちで、素晴らしいデザインなんですね。その本当に裏付けられた知識の深みから出てきたものというのは絶対に真似事でもないし、何々風でもないと。そこに行き着くためにはやはり、これが必要、その本当に冒険をするために、何が必要なのかというあたりをちょっと考えてみたいと思います。まずちょっとこれ読まなくて結構ですよ、もう大変なチャートが出てきましたが実は言いましたインテリアデザイナーというのが、ここです、この欄です。これはプロジェクトですね。プロジェクトがあって、ステージがあって、そこでデザイナーが何をしていくかということを建築家、それからスペシャリスト、例えばエンジニアとか施工積算の方とか、いろんな含めてスペシャリストの人とどういうふうにやっていくかということを表したものなんですね。で、実を言うと UK では、インテリアデザイナーは、まず一番最初にお客様からコンタクトをいただく立場にあります。そして建築家とプロフェッショナルを組織してプロジェクトをこの全ての項目において網羅して最後までやり遂げる、自分のデザインを完遂するためにやり遂げる、これがインテリアデザイナーがやる仕事なんですね。プロジェクトマネージャーのような、プロジェクトマネージャーは工事がちゃんと進むかどうかを見てくれてる人私たちの仕事はデザインを立てるところから全て完成まで持っていく立場なんです。で、その過程において、全てのスペシャリスト建築家を、リードしていかなければならない立場ですから、これだけの項目をやっていきます。で、ちょっと書いてありますけど、現況調査だったり、図面だったりいろんな調査がありまして、で今度デザインのステージになりまして、見積もりを取ったり、それから詳細のデザインを書いていったり、これらは私たちが全部作ってる図面なんですけれども、こうしてですね、どんどんこう進めていきます。そして施工段階に入り、アートダイレクションや、細かい手配事項なども入ってきますよね、後半の方に入ると。そしてそれを購入すると、そして最後にはフィニッシングタッチを行い、引き渡しを行い、スナギングリストと言いますけれども、きちんと出来上がってるかというリストを建築家と一緒に確認しながらで、きちんと引き渡しをする。引き渡しをした後には写真を撮って、媒体に載せていくというような、この一つのサイクルをですねやるわけですね。今最後118で撮影が出てきましたけれども、本当にこれぐらいの項目をずっとやっていくと思うんですね。で、BIID というこの協会は、イギリスのインテリアデザイナー協会というのは世界で一番高いスタンダードを持っている協会と言われまして、これ全てができるということを書面並びにインタビューで、面接官とのインタビューでこれを証明しなければならないんですね。ですから非常に大変なこれだけのことをしてプロジェクトを牽引していくというそのスキルが圧倒的にあるということをこれによって証明されているということなんですね。ここまでやるからこそ、本物ができるというふうに、私たちは考えています。で、もう一つですね、その経験と知識の蓄積ということなんですが、この一つのデザインを作り上げていくために、膨大な知識が必要ですよね。でもその知識の本当の大元がどこから来るかというと、こういうことだと思うんです。これは、ローマ時代、ローマギリシャ時代からの、現代までの歴史の年表です。ちょっとご覧いただきますと、一番上にインテリアデザインのチャートがあります。そして次に建築のチャートがありまして、それからデコラティブアートやファインアートの欄が出てきまして、そして、ファッションですとか、そういったとにかくアートに関わる全ての項目がで、実はこうやって見ていただくと歴史とともに全部縦につながってくるんですね。何一つポンポンと突発的に出るわけじゃなくて、ヨーロッパのいわゆる国の歴史に基づいて、そしてその中でさまざまなものがですね、さまざ
々な要件が関連し合って一つのデザインのスタイルというのを作り上げていくんです。この理解があるからこそ、例えばじゃあデザインを立てるときに、じゃあネオクラシシズム、それをモダンにアレンジしましょうという考え方ができるんですね。どこにデザインの根っこを持っていくか。デザインの根っこって大体2つの軸で考えます。地域軸と時間軸で考えるんですね。ここを一つ自分の軸と定めて、そこを大木の幹としてそれを育てていくんです。どんな面材を使うのか、どんな家具を入れていくのか、どんなスキンにしていくのか、それによって出来上がった大きな木そのものが一つ一つがどれ一つとして同じものがないユニークな木が出来上がる。これこそがまさにデザインの冒険だというふうに思ってるんですね。その深い歴史、広い歴史、それをどれだけ知るかによって自分の冒険ができる範囲が広がってくる、まさにそういうことじゃないかなと思うんです。で、今回ですね、実はその団が含めて4名、私も代表団なので5名の代表団が来ています。11月4日に大きなミーティングがございましてですね、プロモーションイベントが大使館主催でございまして、そのために来てるんですね。でもせっかくだから皆さんに、本当に楽しいイギリスのデザインを多くの方に知っていただきたいということで、実はこれだけのいろんなところでお話をさせていただくことになっています。昨日第1弾壁紙アートプロジェクトということで仙台で話をしてきました団と一緒に。で、今日がジャパンテックス、次に30日には気仙沼に行ってワークショップをします。それから2日の日にはこちらのハウズで建築とデザインという大きなテーマを掲げてトークショーが行われます。そして11月4日はこれが大使館主催のイベントですね。で、11月5日は今度は京都に全員で行きまして、大学で大きな人数を集めまして、この時もハウス加藤さん来ていただくんですけれども、伝統工芸とイギリスのデザイナーが出会った時にどんな冒険が生まれるのかということで、4時間にわたるセミナーを開催いたします。こちらは絶賛参加者募集中でございますので、後ほどもしかしたら誰かがパンフレットを渡すかもしれませんので、嫌がらずに取ってあげてください。次はですね、7日の日は、このインテリアビジネス協会という新しい協会が発足いたしますので、そのお披露目のパーティーがあります。11月4日には AFFT のセミナー、16日には壁紙アートショップのワークショップが甲府市で、16日には今度はサステイナブルということをテーマにして、セミナーが行われます。非常に盛りだくさんのデザイナーたちがですね、観光する間もなく走り回って、でももちろん観光します。京都に行って、あるいは東京でもその日本の伝統工芸品を一生懸命彼らは探していきます、これから。ということで、それではですね、じゃあ私の冒険の一端をちょっとだけ駆け足で見ていただきます。もう段がね控えてますから。はい、私にとってやはりそのデザインを行うということは、やはりどれだけもともとのスペースからそのデザイナーが描くスペースにできるかということで、こういった大転換を行います。こちらももともと非常にモダニズムの建築だったものをデコラティブな建築にしています。例えばこちらはホテルのスパ施設だったりホテルだったりしますが、熊木健吾さんの非常に強いエレメントのある建築の中にそれを合わせて日本風なものを作り上げまして、これもスパのある品質ですけれども、日本というものをとても強く意識しています。それに対して今度はまた全然違う、これは仙台ですが、ちょっとガーリーな空間も作ってみたりしています。で、例えばこれはロンドンで行ったレストランです。ロンドンのレストラン、これ回転寿司なんですね。超豪華回転寿司というのをシティで作ったりとか、あるいは家具デザインもいたします。はい、ショールームデザインもいたします。こんな風にちょっとこれは禅スタイルというヨーロッパで人気のスタイルなんですけれども、欧風の空間の中に禅の非常に強いエレメントを入れたものですね。弊社のアメリカオフィスでも禅ルームがあります。禅はもう90年代から大ブームなんですね。だけどその禅を見つけたのは外国の人なんですよね。外国の人がその日本の素晴らしさをピックアップして禅スタイルというのを作り上げて、でも私もちょっとそれにあやかって作ったみたいな感じなんですけれども、あとはこれアートダイレクションですね。このアートからインスピレーションを得た空間を作るということをします。あとはですね、これは築150年ボロッボロだった空間をリストレーションといいまして修復作業を行ったりとかしました。
で、その中で一つのプロジェクトだけちょっと具体的にお話しますが、これは今年、世界的な最も権威でありますThe International Design and Architecture Award の2016というのでショートリストいただきました。でその受賞理由がですね、ロンドンというコスモポリタン都市の中において、もちろん世界中から文化が集まるところで日本の伝統工芸品をこれだけいわゆるブレンドさせたデザインということで評価をいただいたものなんですね。でちょっと、これだけだとなんとなくどこがそうなのって分かりにくいかもしれないですが、次のスライド見ていただきますと、例えば手前のこれ高岡の銅器だったり、象眼細工が入っていたり、この奥にちょっとぼやけてますけれども、あれは帯地だったりするんですね。はい、それからちょっとこの奥の方を見ていただきますと、山形の鉄瓶があったり、やはり高岡の仏具があったり、これ塩入りにしてますけどすごい綺麗な。とか青森の津軽塗りがあったり、こういうものを実は散りばめているんですね。はい、で例えばこちらは、その空間の照明なんですが、非常に照明によってその陰影を出し、深みを出し、リズムを出しているということですね。しかもその中でさまざ、まなエレメントがあるのはご覧いただけると思います。でその中で私他にも伝統工芸品をかなりたくさん使ってまして、一番この上の部分ですね、これはキッチンです。キッチンのスプラッシュバッグ、シンクの内側、それにですね、唐町さんの唐紙を貼ってガラスを貼ったり、それから右側の上はこれ西川商店というやはり日本の老舗の金具なんですね。それからキッチンの金具も全部西川商店さんの伝統工芸の金具です。それから日本のもので作るとテーブルストップはこんなにゴージャスに実はなるんですね。それからこちらはアンティークの帯地ですけども、この亀甲柄がとてもモダンです。そして右側は、ちょっと下コーナーにですね、日本の素敵なものを集めてみました。例えば花札がちょっと見えますが、花札一つとってもですね、これは日本のグラフィックデザインの最高峰の傑作なんですね。美しい、そういったものを取り入れることによって、その取り入れた面白みというのを、英国人の人が理解してくださったというところにとても大きな意味があると思います。ですからこれから私たちオリンピックに向かう4年間の中で、いかに日本の文化をもう一回見つめ直して、そして私たちなりのデザインを世界に通っていくか、これ大きなテーマになると思いますので、ぜひ、ご一緒に考えていただければと思います。ダンさんもね、すごく日本にいらして初めていらっしゃるということでいらしたということですけれども、すごく日本の技術とかその文化とかをね評価されていらっしゃるので、その話は後からね、ゆっくりしていただきましょう。はい、そして私もハウズの方で、アカウントをこのように持っています。そのデザインの冒険ができるという意味ではとてもいい機能が実はあると思うんですね。例えばこれは私のアイディアブックなんです。でそのアイディアブックの中で、例えば一番上、私のプロジェクトの中で赤を使って効果的だったもの、あるいはそのデザインプロセスを知っていただくためのもの、あるいはその日本のインテリアデザインのエレメントを持ったデザインを集めたもので、こういうふうに多分赤だったり黄色だったりいろいろありますけれども、こんなふうにして自分の考えを頭の中をスライスして見ていただくという作業を私ここでやっています。これもとてもインテリアデザイナーとして重要なことなんです。なぜかというと、私たちデザイナープロがこんなふうにデザインが面白いんですよということを一人一人が発信する、その総合力によってお客様がもっとインテリアに食いついてくださる、もっと市場を大きくすることができる。だから私たち誰かがやってることじゃなくて、一人一人が少しでいいから発信するというこの考えってとても重要だと思うんです。そのプラットフォームが初めて日本でできて、それを本当に私は素晴らしいなと思って活用させていただいてます。アイデアブックが先ほどの写真をどんどん保存できるような機能なんですけれども、結構プロの方とお師さんが情報共有のために使ってくださったりもしているようなんですよね。必ずプロジェクトがあるとこれを使ってお客さんとまず情報交換をしますね。はい、で例えばこれは花柄というテーマでのアイデアブックなんですけれども、いろんな花柄がありますよということをこれで見ていただくんです。お客様に私の花柄ってこうなんですってこれ見ていただいて、そして理解を深めていただくということだと思うんです。これらを総合しますとですね、私にとって、冒険というのはまさにインテリアデザイナーの職業そのものだと思うんですね。でその冒険をですね、何十年もかけて、行うことができる、そういう職業だと思っています。
で私今BIID の日本人メンバーが今実は30人に増えまして、その人たちとすごくいつも情報交換してるんですけれども、もうインテリアの話してるともう面白くてしょうがないですね。時間を忘れる。で本当になんていうんですかね、世界が作り上げた一番大きな財産、世界が作り上げた一番大きな財産っていうのがこのデザインと芸術の分野だと思うんです。それを私たちがシェアして仕事にして、そして未来につなげていけると、これ素晴らしいことだと思うんです。ですからまさに冒険、それイコールこの仕事というふうにまとめたいと思います。はい、じゃあまずね、すみません長くなりまして、ダニエルさんを紹介いたします。ダニエル・ホップウッドさん、元 BIID の会長です。もともと建築を勉強し、その後アンティーク、家具、アート、さまざまなものを勉強して、ロンドンにデザインオフィスを持っています。そのデザインがとても面白いので皆さんとシェアしたいと思います。前回の BIID 会長でもあり、それからもう一つBBC のテレビ番組のジャッジでもあるんですね。だからイギリスでは超セレブなんです。すごい有名な方です。サインもらいに来たんです。私も後ほどサインいただきます。はい、OK、so please。ランド登場です。大きな拍手を。今日はそれから同じ BIID メンバーの石黒さんに、ランド横で通訳をしていただきます。お願いします。ソックスの色もおしゃれですね。ソックスの色、色合わせてますね。じゃあこれからはですね、ダンさんがご自分の仕事をプレゼンテーションします。そして私がそれを逐次で皆さんに訳しながら進めていきたいと思います。Okay, can I go? I already introduced about your file. Yes. I thought what I'd do today is actually just show you a few of my projects that I've done, drawn in central London. But the aim for doing it is actually to show you the different types of clients that I have and how differently you can respond design-wise to each of them. 今日これからお見せするのはロンドン市内で行われたいくつかのプロジェクトです。で今日見ていただきたいのは、そのプロジェクトの中で私がどういうふうにクライアントから何かを引き出してそれぞれに違ったデザインを作り上げたかということを見ていただきます。Before that, I should explain a little bit about the people that work with me to create those projects, because everything that you do as a designer is collaborative, not only with the client, and we tend to call the client a member of the design team, but also there's a team that's with me as well. まずは私のチームを紹介したいと思います。でクライアントと私だけが作り上げればなくて、もうとにかくデザインというのはチームワークなんですよね。でそのクライアントもそのチームの一人だと思っています。そのチームをちょっと紹介します。And all my design team are members of the British Institute of Interior Design. They're also very, very qualified. They're young, they're all under 30, but they all have MAs in either interior design or architecture. And what we're finding is interior designers now are being regarded as a profession. 私のアシスタントたちはほとんどが30歳以下の若い人たちなんですけれども、非常にきちんとした教育を受けてます。例えば建築だったりデザインだったりで、このところというか、ここ数年特にインテリアデザイナーというのが、先ほどお見せしたようにですね、非常にシリアスな職業であるという考え方になっていますので、私のアシスタントたちもそういうシリアスな職業と考えています。Now to start off with, probably the most difficult client you can have, and also the easiest at the same time, is doing a hotel. Why I say difficult is because there isn't a client, they don't exist, because it could be anybody, it could be you or I staying in that hotel. まずホテルのデザインについて、これホテルのデザインですがお話しします。私にとって一番難しいのがホテルのデザインです。なぜかというと、そこに明確なクライアントがいないからです。But hotel design is about theatre and it's about impressing. This is a five-star hotel in central London, but it's a hotel that's non-corporate. It's more about really good design. Having a place, it's a place where a lot of movie stars go and stay, but they go stay there when they don't want to be seen.
ここはですね、セントラルロンドンにある5つ星の5スターホテルのベッドルームなんですね。でホテルに大事なことは全てそれがシアター、劇場であるということ、劇場的な見せ方ができるということで、実際にムービースターなんかもたくさん泊まるんです。でも実は彼らそこで住んでいる時には誰も見られたくない、自分の心地いい場所にいたいと思っています。But also, I think good design, and this is still a hotel. Good design isn't about using expensive materials. It's about using materials really well and really carefully, which the Japanese are very good at. And one of the ways of doing it is by having very, very good lighting. For example, here, the lighting is behind the mirrors, underneath the cupboard. It's all concealed, a little secretive, and it just makes it look expensive. そうですね、その5つ星スターのホテルを作るからといって全てを高いものにしなきゃいけないわけではない。例えばこれライティング一つで雰囲気って随分変わるんですね。間接照明がいろんなところに使われていますけれども、それだけでその空間を非常に高いものに見せることができるということです。And actually, I can let you into something you don't know. I can let you into a little secret. Okay. I know that this hotel suite, or this series of hotel suites, is successful because there's a certain person who's their favourite suite. David Beckham and his wife love staying there. そうですね、とってもこの部屋は人気だそうです。なぜかというと、デイビッド・ベッカムとその奥さんがいつもここに泊まるからです。Let's flip on to the next slide. But actually, working in central London has been a very exciting time because it's such an international city. Like Tokyo, there are people coming from all over the world. And actually from all sorts of types of people as well, different age groups. And for example, on the next project, I did this for a 30-year-old American in London, penthouse apartment. When I arrived at this apartment, it had nothing in it. The only thing he owned was a television and a mattress. この次にお見せするプロジェクトはですね、30代の若いアメリカ人のクライアントなんですけれども、本当にクライアント、私たちのクライアントというのは世界中からやってきます。ロンドンはそういう世界中からの人が集まる場所ですから。で、ここはペントハウスといって、てっぺんので、ここに入った時にまず見たのがとにかくマットレス1枚とテレビしかなかったそうです。And what I thought was really quite special is this 30-year-old young man, who actually the design of his home, well, he said, well, I'll tell you what he said. He said, make me look cool down. で、彼がその場所に呼んで、何にお願いしたことはたった一つ。私がここにいて一番かっこよく見せる部屋を作ってちょうだいって言ったそうです。Which is rather pleasing considering I'm 23 years older than he is. But what it does mean is the power of the internet. It's the power of the brand. And as professional interior designers, you have to have that shine and that polish because you're selling a lifestyle to people. そうですね、インテリアデザイナーにとって非常に大事なスキルというのがその人のライフスタイルをある意味クリエイトしてそれをプロデュースするというね、若い人たちですけれども彼らをどうクールに見せようかというそのスキルを持つこと。Actually, before I go ahead, and I'm about to show the pictures, but I'm really curious because I see lots of smiling faces in the audience, and I'd like to know a little bit more about everybody. Is there any chance, could I ask if people could put their hands up there, interior designers or architects? Okay. ちょっとここの先に行く前に皆さんがどういう人たちなのかちょっと知りたいなと思うそうです。じゃあまず、建築関係の方ちょっと手を挙げていただけますか。It's an architect. Oh, not many. Not many. 少ないですね。じゃあインテリア関係のプロの方手を挙げていただけますか。ほとんどですね。Yeah. Okay. So a lot more. So it's a true. There are the professional out there. Okay. Well, I think we should move on. Let's show the picture of how did I make him look cool. There you go. That's him looking cool. This is penthouse apartment. これがね、完成品です。かっこよくなった彼。彼がかっこいいからです。As you can see, in this photo shoot, there's lots of half-empty glasses and cigarette smoke, and with shoes, ladies' shoes. Actually, there was one of the things that he said to me was, in central London, young men have realised that they're not going to get the girl by driving an expensive car.
they're actually going to get the girl if they've got a beautiful flat. OK 話がちょっとずれてくるね、なんとなくこう未完成な感じというかこう散らかった感じがしますよね。グラスもあるし靴もある、女の人の靴もあるということで、何を言いたいかというと、ロンドンの中では高級車を運転しててもモテないんです。その代わり家がこうだとモテるそうです。モテそうですよ。モテそうですね。What he is the shoes that are there to prove it, actually. これはじゃあその後ってことですね。But this isn't just one experience. This is happening a lot. Young men who work in the city, work in finance, they're spending their money on their home. We're talking a lot of money. 今、これがね、トレンドといいますか、そのシティで働くということ、これはもう普通の人の平均年収の5倍、6倍、軽く稼ぐんですけれども、その人たちにとってのステータスというのが今もまさに家なんですね。ライフスタイルっていうのもあるかもしれないですよね。パーティーですね。家とライフスタイル。ライフスタイル。Okay, I'll show you more of the lifestyle. Next picture. There you go, a bit more of the lifestyle. What's happening is I think probably the same in Tokyo as in London. Apartments are getting smaller and smaller, and so the kitchens are actually in the living space. そうですね。東京もそうだと思いますけど、ロンドンも非常に場所が限られてとても高いんです。なのでちっちゃいスペースで、その中でパーティーの家ですから、キッチンが非常に重要な役割を占めている。So what we're doing is actually to suit the lifestyle, we're turning them into bars. So it's actually quite hard to see that they're a kitchen. For example, there are no cupboards at the top here, it's all shelves and glasses. So he looks like he could be a cocktail maker rather than cooking his breakfast. ですね。ライフスタイルを考えるとですね、ここはキッチンっぽく見せるよりもバーにしちゃえということ。だからその棚の作り方なんかもいわゆるもうバー的に使ってます。And in fact, one of the things that sells really well, if I say the word bar, everybody wants one. でそのクライアントの心をグッと掴むキーワードもキッチンって言ってもって感じなのがバーって言うとグッと引き寄せられる。男性は特にそうですね。そうかもしれないですね。Oh, for women too, I think. 女性もそうだって言ってましたけど。But the way to do it is again, the same as in Tokyo, there's a lot of modern, a lot of new apartments being built. This is a new apartment. And we want to put some personality to that space. 東京でも本当に新しいビルがどんどん建ってるのを私見てきましたけれども、みんな同じようですよね。四角な箱で特に何の装飾もなくビルそのもので見ると。でも私はそこにやはりパーソナルステートメントを置きたかった。つまり私の個性を、彼らの個性をつける。And we do this by using strong patterns, strong colors, contrast. So for example, you've got the very strong tiles here, but they're behind the bar so you don't see them too much. So you're never going to get bored of them. 例えばですね、その個性というのはどういうふうに作るかというと、私の場合はこういった非常に強いパターンだったり色のコントラストだったりということで、そして実を言うと上手にその後ろのいろんなものを隠すことによって綺麗なものだけ見えるようにするということ。この色もすごい控えめに、ある意味控えめになりますもんね。このバーカウンターの後ろにあるっていうところで。Yeah, the color sets off because I've kept everything else neutral, but fairly dark. It pulls the brightness of the pattern. Exactly. いいところに目をつけましたね。あえてそういうふうにこのバックグラウンドですね、キッチンの後ろを非常にこう目立たない色にしてます。他のエレメントがグッと引き出すようなということですけど。But this contrast goes all the way through by using different age, different styles, different polish on the products that I've used. そうですね。でこれがね完成品なんですけれども、もう見ていただいて分かりますように、いろんな違う全く相反するエレメントが入ってますよね。時代も違う、そのいわゆるこう触った時のツルツル感も全く違う、そういうものがですね、一つの空間に合わせることによって面白いものができる。So for example here, the table is made of rough railway sleepers. 例えばこのテーブル、これ特殊品なんですけれども、駅のベンチから作ってます。But then with a very, very modern perspex chairs. それに対してこのアクリルのチェアを、イタリアのチェアを置くことによってとてもモダンなコントラストを作ってます。
the ceiling you can't see here, but it's actually polished stainless steel, so it's reflecting the table at the top. いやここでは見えてないですけども、天井部分にポリッシュステンレススチールを入れてるそうです。だからほとんどミラーのように下の方全部映り込んでるらしいです。And then it's all pulled together, and how does it pull together I don't know, but it's by using a pair of 18th century French chairs on either side. でそうですね、これを隠して両側をちょっと想像すると、でこれがですね、最後のがフランスの18世紀1700年代ですねの椅子。And actually, the reality is buying a pair of 18th century French chairs is probably not much more expensive than buying a pair of chairs from IKEA at the moment. 今頃ですね、そういうアンティークマーケットがいっぱいありますから、実際これ2つはですね、IKEA で2個椅子買うより安かったんです。But I've been very naughty. I have covered the chairs in not what you expect. I've covered them in something very different. It's a fabric that has come from the punk rock era, from Glasgow. So hence those very bright fabrics you see on the chairs. でまたそれにですね、普通のファブリックではなく、スコットランドでグラスゴーで作られたパンクロックをテーマとしたファブリックを貼ってたんですね。ですごく面白い評論が出ました。It says the word before here, but you better say that it's not my project. This is before I came in. This is when I arrived. まあ前後の写真をこれからお見せします。これはダンさんが作ってないよって。そうこれは私まだやってない。Yeah, exactly. Actually, go back. 見せちゃいました。見せちゃない。あら。To explain, this is a couple. They're French. She's a banker in the city of London. They bought a large house, a large early 18th century house in London, which can be quite constricting design-wise. フランス人のカップルがですね、ロンドンの中心部にですね、家を買ったんです。非常に高い家なんですね。And they gave me a very good budget, but the problem is a good budget spreads very thinly when you've got a large house to fill with furniture. 非常に高い家で、バジェットも多かったんですけれども、でも大きな家ですから、実際にインテリアで使えるお金ってそれぞれはすごくちっちゃくなってしまったので。No, you can mess up. It's the same space, okay? Before and after. Before and after. But actually, the light fitting you're seeing on the ceiling is bought from the high street, not expensive. てっぺんについてる、かっこいいですけれども、その辺から買ってきて安いもんですよ。But the biggest impact in the room is in fact the colour. It's purple, deep purple. That's quite daring, but it has a strong effect in the space. でも実際この空間で一番印象的なのはこの色ですね。この強い色を使っていく中の白と合わせるコントラストを作ることによってこのステートメントが生まれました。I went to met the clients and they said, "Purple? How are we going to live with purple?" I said, "It's in the hallway, so you only see it some of the time, and also it's only paint. You can paint it over if you don't like it." 最初クライアントはパープル、紫、どこに使うの？でも彼がどうやってそれをね説得したかというと、これはエントランスだけです。本当にちょっとの時間しか見ない。しかもこれはペイントだから塗り直したら変わるでしょ。そんな風に説得した。まさしく冒険ですね。冒険ですね。失敗してもいいっていうある意味冒険ですね。チャレンジャーですね。Should we do the next picture? And in the sitting room, again, the way design has exploded in the last few years because now we can start to use furniture from different periods and put it together. And it's the skill of being able to pull those pieces of furniture together that is a success. ここ数年特にですね、このいわゆるエクレクティックという手法、さまざまな時代、さまざまな地域からさまざまなスタイルのものを合わせて一つの空間を作るというのがとてもトレンディーなんですけど、それはものすごいスキルがいるんですね。ですからプロの間でこれが流行り始めました。So, for example, here I've got a French armoire, I've got an Italian sofa, I've got a 1960s English swivel chair, Tom Dixon tables. そうですね、この一番左側、フランスの17世紀かなんかの青はなんか黄色に塗りました。それから椅子も1950年代かな、トム・ディクソンのテーブル、いろんなものを。And yet, all in a room that was built probably in 1810 with the original fireplace. そ
して、この部屋の、一つここに1810年にこの家が建てられた時のオリジナルの暖炉がありました。I think the reason it works is because we've got this strong colour, the purples and the yellows in the room that pull the room together. そうですね。これだけ強い色があっても、こういうきちんとした歴史的なエレメントがここにあることによって強いカラーがあってもきちんとデザインをまとめ上げてくると思うんですね。But the advantage for me was that I was able to pull this room together for relatively little amount of money because I could get things from all sorts of different sources. でも実際こんなにゴージャスな部屋なんですけど、本当にローバージェットだったので、でも私それはやっぱり私のアチーブメントだと思ってます。So, I mean, the reality is that by employing an interior designer, you can find that clients can, in fact, save money because we've done the mistakes already before, so we know how to make it right, and we know the right resources and where to buy things at very good value. そうですね。クライアントにとってインテリアデザイナーを雇うということは、結局は安くていいものが手に入るということ。私たちインテリアデザインの経験を通してさまざまな失敗もしてるでしょう。その中から非常に大きないわゆるリソースを持ってでこれを作り上げるわけですから、やはりクライアントにとっては得なわけです。So, for example, in here, a room which I think looks like $1 million, but in fact has been done on a budget. これすごい高く見えますでしょう。でも実はかなり安いです。I've used foils instead of curtains because it's good value. I've used the expensive material is just using the top of the ottoman. 例えばですね、カーテン、上だけペルペットありますけれども、下シアですよね。ここでセーブしました。で、その代わり中にローラーブラインドで遮光だけはしました。それから実を言うとこのボックスの上にある包んでいるこのファブリックはすごい高いんですけども、それも全部使うわけではなく、ここだけアクセントで使いました。And of course, a headboard which is overscaled always looks luxurious. それヘッドボードですね、後ろにあります。それをとにかくいつでもド派手に大きく作ってあげるとラグジュアリスで高く見えるんです。And I always think if you're daring with colour, it means you're not frightened of something. It means you're a very brave designer or a brave owner. そして色を大胆に使えるテクニック、これがクライアントをこの人は色が使えるんだというふうに印象づけます。But interior designer also, I see a lot of people putting their hands up as designers. The world of interior design is becoming more and more professional, especially with the BIID. 先ほど言いましたように BIID のデザイナーというのはもっともっとプロフェッショナルです。空間から全部扱う。We've become much more technical in the way that we work. 当然もっと非常に技術的な力が要求されるようになります。And we now actually move walls, draw detailing for joinery, design bathrooms, design kitchens. It's a very technical profession these days. そうですね。もちろん壁を動かすということ、それはごめんなさい、普通の壁じゃないんですね。私たちが扱っている建物はほとんどが築150年から200年の建物の配管だったり電気だったり壁を扱っているので、普通に建てるどころでない騒ぎの知識と技術が実は必要になってきます。でそれに、キッチンだとかそういったバスルームという要件、もう一つはね、バスルームもイギリスの場合は日本のようにユニット1216ポンっていうこれは一切ないんですね。全部一つずつ細かい配管からインテリアデザイナーが作ってで例えば全部デザインしてやるっていうのがあれなので非常に手間暇かかる技術のいる作業です。So, for example, this is an apartment I created out of an old factory in London. これは例えばですね、もともとは非常に古い工場から作ったものです。We'll do it after. Actually, keep an eye on, see that column on the right, just so you keep a focus. Keep an eye on this column on the right where the sweeping brush is. このコラム見といて、これですね。この白いシがあるところですね。ブラシがある。これ見といてください。There's the same column. そこにオレンジ色になりましたね。これ、is it iron? Is it iron? It's concrete. It's concrete. こちらがオレンジの部分ですね。だから古いビルを上手に使っていくということもとても大事です。全てを切り離してしまうわけじゃなくて、もともとの持っているビルの価値を高めるということもとても重要です。And this is for a couple who've downsized. And this is happening a lot in the UK now. It's a very interesting market where people have had large houses but then moved into somewhere smaller.
これも一つ、これはですね、リタイアした70代のカップルのために作った家なんですけれども、トレンドとして、大きな、今まで郊外の大きな家に住んでた人たちが最後都市の小さなフラットというアパートに住むことが多くなってます。So there are all sorts of tricks that you do to try and make sure that space doesn't feel cramped, even though they're in a smaller home. だからそういう大きな暮らしをしてた人たちに新しく移った時に小さいと思わせない工夫、これとても大事です。And as an interior designer, as a result, you've got to be a really good listener. You've got to have these, because you're listening to your clients and their needs, and actually you're their sounding board in being able to say to them, look, you're moving into a smaller home. You cannot take that old piece of furniture, but you can, for example, keep the bronze statue and help them select the things that they can bring with them. そのクライアントからたくさんのことを聞き出すことがとても大事ですね。いい耳を持つ。その中でたくさんものがあった中から彼らが一番愛しているもの、大事なものをきちんと選び取ってそれを上手に飾ってあげる、こういったこともいい耳を持つということでできるようになります。それがすごく印象的なと思うんですけれども、全ての物件においてやはりすごく特徴が出てるじゃないですか。その住まい手の方のライフスタイルであったり、こだわりですよねというのがすごくしっかり表現されていて、でかつ何でしょう、その物件の良さっていうのもそのまま残っているっていうのがすごく素敵だなというふうに思いました。Thank you, Aiko. That's what a good design is about, I believe, is someone who's listening and actually turning someone else's dream into 3 dimension. それがまさにインテリアデザイナー、いいデザイナーがやるべきこと、誰かの夢をですね、いわゆるちゃんと 3D、この現実の中で実現させてあげることです。Next. And for example, my client said to me, it's a small flat, it's less than 90 square meters, and they said, we want 2 bedrooms. And I asked, why? Why 2 bedrooms? And they said, well, we might have people to stay. So I said, you're going to spend most of your time living in your apartment, working around this 2nd bedroom, which is taking all the space up, when actually across the road is a good hotel. そうですね。例えば、これは80数平米のマンションなんですけれども、最初クライアントは、やっぱりもしかしたらゲストが来るかもしれないから2ベッドが欲しいなと言ったんです。でも彼はそこで本当に2ベッド必要なんですか、その1つのベッドがそのスペースを取るだけで無駄になってしまうんですよ。この道のこの先にですね、いいホテルがあるじゃないですか。それよりも皆さんの普段の生活を豊かにしましょうよという会話をしてライフアドバイザーでもありますね。A very strict advisor. So. かなりストリクトな、いわゆるかなり厳しいアドバイザーだったらしいですけど。And actually, see, that corner would have been where the 2nd bedroom is, but instead they're great cooks, and now they've got a really big kitchen, which is a much bigger scale than you'd normally have in a 1-bedroom apartment. もともとこの奥の右奥のスペース、ここがセカンドベッドルームになる予定だったんですけども、それを全部とにかく彼は食卓で人をもてなすことが大好きだった、キッチンクックも大好きだった。だから、通常よりもはるかに大きなキッチンをここに作ってあげました。Now, I think this is their bedroom. I think this is quite Japanese. You're probably going to tell me it's not Japanese at all. 私にとってはこれとってもジャパニーズ的なんだけど、そう思いません？Because Japanese design is admired around the world. You produce some very beautiful things, and you've certainly inspired. The Japanese have certainly inspired me in the way that I design. 日本のデザインというのは特に世界的に、歴史的にも非常に高い評価を得ていて、私もとても影響を受けました。And that is about things being very simple, being about textures, not using too many different materials. その良さの一つ代表的な部分というのは非常にやはりラインなり平面構成がシンプルであるということ、それにテクスチャー、素晴らしいテクスチャーを加えているということだと思います。And in fact, I did import some things from Japan. The wallpaper is Japanese, but it comes via the States. これはですね、後ろにある壁紙、これは日本の和紙です。でもアメリカの会社から輸入しました。And the door handles as well, these beautiful old iron handles which have got that lovely patina, you know, the sort of wabi-sabi sort of idea. そうですね。例えばこのハンドル、ドアハンドル、これも日本から輸入したものです。こ
の何とも言えない手触りがあるんですね。それが私にとってはわびさびの世界というふうに思いました。ダンさんからわびさびが出ると思わなかったですね。It's used around the world now. And in fact, when I said to my client, I'm importing handles from Japan, that was like, wow, this is really exciting. そうですね、私にとってはその日本からハンドルを輸入ができたぞというその事実がワオだし、そこがストーリーなんですよね。お客様もね、すごく驚かれてたって、ね、Yes, he was a bit. But now what I'm curious about actually here, everybody, wonder if they can guess the age of the people that live in this house. I think we went over that already. ここに住んでる人たち何歳だと思うって聞いたんですね。で、私さっき打ち合わせの時に聞いちゃったんで、さっき言っちゃいましたよね。覚えてないかな。But I think the point to make is, I mean, my clients are in their 70s, and the most exciting age group, in fact, is the one for people over 70. 実際ね、70歳代の方たちなんですけども、デザイナーにとってはこの年代の人たちと働くことが実は一番エキサイティングだそうです。And the reasons are is that they knew the 60s. Most of them knew the 60s when there was such cool design happening. なぜならば彼らはそのいわゆる 60s の時代を経験しているから。 60s というのは特にイギリスではスローレンジャーが出たりとか、とってもデザイン的にビートルズが出始めたりとか、すごくいい時代だったんですね。And also, because normally I'm dealing with lots of young married couples, and I do spend my life listening to them arguing in front of me. Whereas couples in their 70s know each other really well, and they know how to negotiate. Yes, of course. 20代、30代のカップルと実際ね、皆さん経験してると思いますけれども、仕事してるとですね、目の前で喧嘩始めたり大騒ぎ始めるんですけれども、70代の人たちというのは本当にもう自分たちがよく分かっているので喧嘩しないそうです。いいですね。And as a result, I end up with a project that I can be proud of. 結果そういう人たちといい人間関係ができることによって自分が誇れるプロジェクトができると。Now this is my last project to show you, and it's one literally that I have just finished. The photography hasn't been completed, but I was just so excited about it. Get back one. It is it's a house for somebody who's very famous in England. これ最後のプロジェクトというのは、イギリスのある有名人です。で、もう本当に最近出来上がってですね、ここ来る直前にフォトシュートが終わったので、全部はできてないんですけども、一番新しいものとしてお見せします。This was what makes my job, and as all of you are interior designers, an interesting career to have, because I had to get under the psyche to discover what the real style of this client was, because the mistake would have been to have understood his TV persona. ですね、デザインにとってもう一つ重要なことはですね、例えばこの人はテレビで活躍している超セレブで超お金持ちです。だけど彼の本当の顔って違うんじゃないかと、そこをきちんとその人のパソナ、人間性をあぶり出すということ、ここが大事だと思います。So what I found is underneath this very flamboyant, open personality, there was something much deeper and very intellectually thinking. はい、Yes, he's a comedian. Yes. この人はコメディアンなんですね。ですからコメディアンですから、本当にもう外ではこういう感じなわけですよ。だけどその中に入るととても知的で静かな一面を持っているということを見つけました。So I think we see the first picture. And here it may be a little bit difficult to see, but essentially what I did is I found somebody who was fascinated by trees, and he sliced these trees into shelves, and we dropped them going through 2 floors. これちょっと分かりにくいかもしれない。これ2階の床です。で、いわゆるダブルハイトの壁全部にこれをやってるんですけれども、彼はとても木が大好きだったなんですって。ですから一つ木を見つけてきて、それをスライスしてその生木のまんま棚にしました。And then you see the little light boxes that look like they're made of precious agates.
そこにこうライトボックスが入ってますよね。まあ、一瞬見るといわゆるオニキスみたいに見えますけれども、but actually they're not. 実際違うんですね。I was in China early this year. One of the other important things I think about a good designer is we go to shows like here, but we travel and we're looking for new materials. I was in China and found somebody who was making interesting plastics, and these are in fact plastics rather than look like marble. このマテリアルは私がこの4月に中国に旅行した時に見つけたもので、実際プラスチックなんですね。インテリアデザイナーは旅をしてくださいと言っています。旅をしていろんなところに行っていろんなものを見つけてくる、これとても大事なことです。And each of those lights breathes. They come up and down individually. They're computer controlled. So it has a real sort of life of its own. いわゆるコンピューターでセットしててですね、この木があたかもこう息をしているように、ブリーズしているように、こういうふうにこう細かく緩く光の調整ができるそうですよ。いいですか？はい。And this is a view from the top, looking down at the bottom of those shells, where we've taken two beautiful pieces of tree and joined them together to create this interesting shape, but it works very well as a dining table. これはその上の階から見たダイニング部分なんですけれども、実際これ先ほどと同じ木をですね、こうやって切って、分けて、それで使ったそうなんです。とても好評です。Actually, funny enough, a little styling tip. I was in Milan earlier this year at the furniture fairs, and one of the things that we saw a lot of, and actually it's great, we see coming back, is pot plants. Plants disappeared out of the house in Europe for a long time. で、私はミラノサローナに毎回行きます。で、そこで見つけた1週間ぐらい家借りてすごくよく見てるらしいんですけど、ミラノサローナの一つのトレンドでですね、こういうポットプラントがとても戻ってきたと。で、それをちょっと取り入れてみました。And also something from the past is we're now seeing return of the encaustic tile. These very strong, vivid tiles. We're seeing them everywhere as well. そしてこうやって見ると余計わかるんですけれども、この自然の造形の背景としてですね、非常に強いタイルを入れています。Next picture. This actually looks like a nightclub, doesn't it? But it's actually the space where he likes to read his scripts, and this is why he has silence written on it. この空間はそのコメディアンの人たちが自分の台本を読んで覚えるために作ってくださいと言われた部屋なんですね。で、そこにサイレンスって書いてあるんです。静かにしてというのをメッセージとしてここに見たということです。And this is maybe where I can. He's always saying that I'm very much inspired by Japanese design. Now, there's nothing Japanese about that in your eyes, but it's not about copying. It's about being inspired by the ethos. So, for example, all these walls have sliding panels, so I can change the personality of that moving the panels, just like in a Japanese room. この中にですね、実は私はとても日本的なと思うものを入れています。その日本的な他の文化のものを入れるということは、何もそのままコピーして入れるということではなく、その考え方を入れるということ。で、実を言うとここの空間にはですね、スライディングドア、横響きのドアがたくさん使っていて、それによってシーンが変えられるようになっているそうです。And also the wallpaper at the back. To celebrate the paper, instead of just putting it on the wall, I've put it onto a panel and raised it off the wall. That makes it into, that creates a layering and also makes it something special. で、例えばですね、この後ろの壁紙、これもただペタッと貼るのではなく、少し浮かせることによって非常に立体感と特別なものであるという印象を生み出しています。ちょっとお時間がそろそろなくなってきたんですけれども、今のコピーというお話で、Two more pictures. そうですね。So very quickly, as you see, I think a TV star is going to have a really TV star bed, which I think is what this does. で、これベッドルームですね。テレビスターですから、ここはちょっと自分のパーソナルの部屋ということで、その自分のアチーブメントをここに出せるような空間に派手にしました。And then that's finally just to show you that even in an old house which exists, you can put the modern insert and actually create a space that is really suitable to your client. これよくイギリスはですね、家は全く建て替えできないんです。ただ後ろの部分だけこういうエクステンションといって付け足すことができるんですね。で、それ古いものと新しいものを合わせて、こういった面白い空間を作りました。
ちょっと一つだけ先ほどのコピーというお話で前にお話しさせていただいた時にすごく印象的だったのがうまく、世界中のデザインを参考としてそれをどうやって自分らしくデザイナーのご自身としてそれをどうやってその物件に取り入れるかっていうやり方がですねすごく面白いなと思ったらちょっとそのお話もぜひご紹介いただきたいなと思うんですけれども。I think the trick is actually spend a lot of time with your client and learn to understand them. And one of the ways that we do it, in fact, is use Houzz. Houzz is really helpful. そうですね、とにかくクライアントと一生懸命話をしてその中から情報を引き出すということ、その中でハウズがとてもお役に立ちますね。 But there's a way you do it. There's a system. Because if I go out to my clients and make them do their own homework. I say, right, go onto Houzz, have a look at the images, and then bring them to me. そうですね。だからまず最初にそのハウズの映像から自分が好きなものを選んでくださいって頼みます。And we discuss them. We talk about them, why they like them, if there's anything they don't like in the picture. And I learn a lot about. Sometimes it's just one detail, or what they're doing is describing the feeling rather than the room itself. でその中からこの映像が好きだからこれを使いましょうというアプローチをするのではなく、この映像のどこが好きなの、どんなコンセプトが好きなの、どんな背景が好きなのという非常に深いところを探り出します。And then what we do is I write all these notes down, and then in front of their face I click all the pictures off, and I remove them. そ Because して次にやることがその大事なことを書き出した後はその映像を目の前でどんどん消してしまうんです。 So thank you, Houzz. I mean, you're a very, very important tool in an interior designer's paint box, but you have to use it the very strict way, so you do not copy. そしてなぜこれ消すかというと、そこから出たエッセンス、そこからが今度インテリアデザイナーが自分のものを作り出すというプロセスに入るから、その時にはもうコピーした映像は必要ないわけですね。ですからそういった意味での素材としてとてもいいものを提供してくれてます。すいません言わせたような感じで申し訳ないんですけれども、でも素人としてはやはり、こういう空間が欲しいなと思った時にそれを言葉で伝えるってことがどうしても難しいと思うんですよね。でそれをうまく引き出すっていうところで画像であったり、たまには動画とかそういう映像ですよねというのを使われるっていうことがおそらくやってらして、それを自分なりに理解した上でご自身のデザインを最終的に作られているってすごく素敵だなと思うんですよね。そうですね。これはちょっと私の方から言わせていただきますと、イギリスの BIID のデザイナーたちに共通している考え方だと思います。絶対に人のコピーをしないと。でデザイナーたちはそれぞれがとても強い個性を持っていてデザインを出しているんですね。ですから私たちどんなに人数が増えてもお互いライバルにはなり得ないです。違うデザインをしていればいいわけじゃないですか。ですからライバルにはなり得ない。でその背景がまさに映像は、補助として使うけれどもそれと同じものは絶対にコピーしないというそういう強い、ポリシーだと思うんですよね。But one of the things that we do is when a client goes out into the big wide world and starts looking at design, we say it's almost like a kid in a sweetie shop. They want everything. 非常に気をつけなければならないんですが、その作業っていうのはとても繊細な作業。その時にやっぱクライアントというのは基本的に外にある素敵なものは何でも取り入れたくなっちゃう。あれも欲しい、これも欲しい。でもそこを上手にコントロールするというのがとても重要なことです。Exactly. It's the same when they look at Houzz. They'll look at something which is, it's very minimal, and then something very outrageous, and all over the place. But what you're looking for is sometimes there's a train of thought that creates you that line, which then gives you the brief. そうですね。そのクライアントがどういう映像をどういうふうにトレースしながらやってきたかと、それをよく考えて研究していくことによってそのクライアントの要件というのをあぶり出すブリーフをあぶり出してこの一つの一つのラインっていうんですかね、これを作り上げていくという作業です。先ほどのそのライフアドバイザーっていうのもある意味じゃあこういう暮らしがしたいです、こういう空間が欲しいですというのをうまく誘導してあげてまとめてあげて整理してあげてそれを形にして3次元化するっていうようなことをされてるのだなというふうに今日お話を伺ってて思いました。そろそろお時間になってしまいました。お時間になってしまいました。
ごめんなさい、あそこでバツってやってらっしゃる方がいらっしゃるので、これ以上続けることは残念ながらできません。ただですね、皆さん、グッドニュースがあります。先ほどお見せしたように、私たちの話を聞いていただける場所がまだこれからあります。特に5日の京都、4時間です。彼が多分皆さん素敵と思ってくださったと思うんですけど、かける4出てきます。それぞれのデザイナーがものすごいプレゼンテーションしてくれますので、素晴らしい機会なんですね。4人も今の会長も来ますし、ですから、これからもしお時間がありましたら2日のハウスか、5日の京都、これらにおいでいただければというふうに思っております。本日はありがとうございました。ありがとう。皆様ありがとうございました。以上をもちましてインテリア対談を終了させていただきます。会場の皆様、今一度盛大な拍手を